はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末ぐらいまでの流れをもう少し細かくタロットで見てみたいと思います。前回ね4月5月6月の3ヶ月の流れっていうものを抑えられたと思うので、これからの流れが分かると今という時間をもっと充実して過ごすことができますよね。ですので4月っていうものにちょっと集中して見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ5の逆ペンタクルスキング逆カップ3、ペンタクルスナイト逆、そしてソード10逆とカップ2と忍者。気をつけることや対策はソードクイーンと、カップ7の逆とオラクルはソードの9ということでチャレンジですね。これはいいですね。4月の9日ってね、本当はいて座の皆さんにとってはもう自己表現とかチャレンジとか、何か自分が本当にやりたいと思ったことを掴んでいくよみたいな、本当に飛び越えていくよみたいな時なんですよね。でそれがおそらく前も言ったと思うんですけど、3ヶ月のね流れの中ではやっと重たい扉を開きますねっていう時なんですけど、やっぱりそれだけねやっぱ怖いんですよね。本当に開けていいのかなこの扉とか、本当に行っていいのかなっていうのは、その怖ければ怖いほど自分が重要なチャレンジをしてるんだと思ってください。恐怖があればあるほど、何も恐怖も何もない、不安も何もないっていうこと自体が正解ではないので、正解であればあるほど、本当にそれが欲しいものであればあるほど恐怖や不安っていうのはつきものなので、そんだけ不安があるんだってことは、それだけ本当に進むべき道に進んでるんだとか、いい経験してるなって感じがしました。全体を通してね。そして4月9日過ぎたら本当にいろいろ動き出すと思います。ちょっとご自身の中では慎重になりすぎていたこととか、なかなか決められなかったことっていうのもやっと動き出すなって感じがありますね。もうここでね、もう勇気を持ってやるみたいな、もう死ぬ気でいくみたいな感じがカードが出ていて、これはとてもいいんですよ。もう本当玉砕覚悟でぶつかってみたら夜が明けたみたいな時なので、自分では怖い怖いとか嫌だ嫌だって言いながらやってみたらやっと夜が明けるみたいな、夜が明けてきたみたいな、すごくこれはいい経験です。なのでそういうね何かしらのきっかけがあるんだろうなと思いますし、そうしてみようって思うその理由の一つには、その完璧なその 100% 満足とか、その条件が全部揃ってるってわけじゃないけど、きっとこれって思ってるほど悪くないよねみたいな、そういう期待のもとにチャレンジしてみたら本当に良かったって感じがあって、いい感じです。この後ね、その怖い扉を開いた後に分かってくれる人がいるとか、すごく仲良くできる人がいる、自分の考えをシェアできる人がいる、そういう人が出てくるって感じがするので、新しく関わる環境だったり、自分が思い切ってやったことに対してとてもいいねコミュニケーションが生まれています。これによってすごい救われると思いますね。いて座の皆さんはよかったみたいな。だけどその後やっぱり自分がこの4月の後半に携わったこととかチャレンジしたことって、これ本当にいつまで続けられるのかなとか、本当にこれは自分の道を照らす一つの経験になっているのかなっていうことをすごく冷静に判断して見ているっていう感じです。でも私から見ると、どのような経験も全く無駄なことはないですし、むしろこの4月のね後半9日以降っていうのは、本当に何かチャレンジするっていうことが今後どのようにそれが花開いていくかわからない。今の時点でそれが例えば3ヶ月後はこうなって、6ヶ月後はこうなって、2年後はこうなるから今これですっていうふうに決まってないんですよね。皆さん大体そういうふうに決めていく人も多いと思うんですけど、今のこの4月9日のね日食に関しては決まってないんです。これはこの時何を経験したかが全てで、そこからあらゆる扉が開かれるので、それはまたその2年後のこの道にしか生かされないということはないんですね。なのでそれが怖ければ怖いほどいいし、もうドキドキすればするほどいいし、恐怖でもううなされてますっていう人だったらそれほど素晴らしい扉が開くっていうことなので安心してください。で
でこのね4月9日に開いた扉っていうのは大体10月の次の日食までテーマがあるよっていうふうに言われているので、まあ長くて半年、早かったら3ヶ月ぐらいで何かの答えは出てくるだろうなと思うんですが、今はそんなにね遠い先のことを心配しないで、今この4月に自分が怖いけどやってみたっていうことを精一杯やってみてください。要するに答えを出さない、分析したり、これはこういうもんなんだとか、これはこんなにこれだけしか自分の役に立たないとかいうことではなく、今経験していることは未知なんだっていうことを覚えておいてください。答えを出そうとすればするほど思い悩む感じがあります。でそこで一番得られるものはやっぱりね、そのコミュニケーションがいいっていうことなので、新しく出会う人がいるんだと思います。この時期その人と会えるとか、コミュニケーション話が通じるなっていう人がいるっていうだけでもう十分な恩恵ですよね。でも自分はなんかそこでずっと骨をうずめるわけじゃないからどうなのかなとかってまた考えそうですけど、もうそれも関係ないって感じです。その場にいるのはその場にいる役目があるからいるわけで、それをすればいいだけで、その他の部分でそうやって人との関係がうまくいくとか通じ合える人っていうのは単なる恩恵なので、それは状況が変われども自分は違う場所に行ってもその恩恵っていうのは続いていくものなのでね、そこは気にしないでください。なのでなんとなく一番ね印象にバーンってきたのはやっぱりオラクルのねソードの9なんですよね。ソードの9っていうのはもう本当に怖い怖いとかどうしようみたいな感じで思ってる方が多いんですけど、先ほど言ったみたいに、怖ければ怖いほどいい経験をしているっていうことなのでバッチリですよって感じがします。だって本当にこの先どうなるか全く未知ですから、どれだけ深い経験ができたかの方がよっぽど価値があると思うんですね。そして対策のところもいろんなね思いが出てきますよと、この1ヶ月どちらのカードもね雲がすごくもくもくしてて、自分の中ではああかなこうかなってすごくいろんなことを考えるんですね。今までと全然違うとか、これはどうなんだとか、そしてまたこれを今の経験は自分の人生どうなってるんだって思うかもしれないけど、まだ答えは出ませんっていう状態なので、あえてその何かの意味付けをしたりカテゴリー分けしたりこれはやったからこれだけのものが手に入るんだみたいに計算で答えが出ないっていう感じなんですよね。ただ、今の状況の中でもうちょっとこうなったらいいなっていう想像は全然してもらってもいいですし、またね他者に対してもあまり消極的すぎて自分から声かけないっていうよりも、いつでも積極的に話をする、心を開いておくっていうのはしてください。その方がこの誰かとの関係性っていうのはすごくいい感じでね早くつながると思うので、そういうふうにしてくださいね。ちょっとオラクル見てみようかな。ソードの6の逆、ソードの6とカップの6そして、カップ10ということで、そのご自身では今のこの状況が本当に自分の願っているものだとは思えないというか、これは仕方なくそっちに流れ着いたんだみたいな感じで思うかもしれないですけれども、いやいやそんなことないんですよと。もともとはやっぱりご自身が経験してみたいと思っていたこと、自分のこの気質や何か自分の感覚っていうものを使いたいと思ってその道にたどり着いたのだから、それが決して間違ってるわけじゃないんですよって。全ての経験は間違ってるわけじゃないし、その経験が本当の自分の感覚や感性っていうのを豊かにしてくれるものだから、世間一般でいうなんかエリートの道だったりとか、こうやったら稼げるとか、こうやったら資格が取れるとか、そういうのもあんま関係ないんですよと。今この時期は自分がいかに初めてのことにチャレンジして、そのことによっていかに自分の感覚が豊かになっていろんなものを感じられるかっていうことなので、新しいことを覚えられて嬉しいもそうだし、いろんな人と関わって嬉しいもそうだし、こんなこと自分にできるのかなっていう不安に思うことも全て含めて豊かなことだよって言われてるような気がしました。なので、これが全体の流れです。これを例えばお仕事に例えて言うならば、なかなか仕事が思うほど成果を出せてないなとか、確実な保証みたいなものとか成果っていうものを自分で認識できないなと思うけど、なので思い切って何かずっとうちに溜めていたものを上司に言ってみるとか、思い切って体当たりしてみる、もうやめること覚悟で言ってみるとかってするとすごく分かってもらえたっていう感じがあります。なのでこれは職場の中でそういういい人間関係を作っていけるよっていうのもあるし、
例えばそれがお客様とか対取引してる方にも思い切って今の状況を話してみたらすごく分かってくれた、すごく理解を示してくれたっていう形で、何かが根本的に解決するとかではないんですが、まず分かってもらえた、そして一緒にこれからの道を考えられるっていうことですごく安心しますので、一人でねこう思い悩むことはしないでください。誰かに打ち明ける、人に話すみたいな感じにしてほしいなと思います。でもしそうやって仕事のことどうしようかなと思っていらっしゃる方もですね、思い切った行動をまず4月にする。そして5月は自分の役割をしっかり果たす。そしてざっくりですけど7月の方がご縁がつながっていくっていうのがあるので、4月の間に答えを出すってわけではないんだと思います。で、人間関係に関しては何かねちょっと気になることがあるのかなって感じはしますが、それをちょっとまた覆い隠すかのように繕うというよりは、思い切って本音で話してみるとか、思い切ってぶつかってみるっていうことをすることで分かってもらえるなって感じがあります。ちゃんと意見交換ができるっていう感じがあるので、一人で解決しようとか、なんとかこれは自分で切り抜けようっていうよりも、やはりそれを伝えていく方がいいなって思いました。いい扉開きましたねって感じがします。人間関係でもね、お仕事でも。なかなかに楽しい感じですけど、私から見たらぜひ頑張ってくださいね。本当に今このチャレンジっていう時だからこそのドキドキがあったり不安があるってことですからね。ちょっとオラクルカード見てみたいと思います。これかな。大天使が出てきましたけど、希望があるよと楽観的に言ってねって、新しいニュービギニングを祝福されてるよって言われてるような気がします。このカードをもしじっと見て何か感じるものがあれば、ぜひ皆さんも感じて受け取ってください。そしてなんだろうこの大天使はとか思って調べてみてもいいかもしれませんよね。ということでここまでにしておこうかな。すごく優しい、新しく進めていくことをちゃんとサポートしてくれてるよって感じもするので安心して進んでいってください。ということで次回はまた4月の末ぐらいに5月のものをアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。では、いい時間をお過ごしください。失礼します。